How are you doing, guys? この番組は元在京メディア出身の侍ジャパンがお送りする。さあ、今回はご登録1万人のお祝い企画の一環で第27回みんなのサブスクリプションチューダーブラックベイ58豪華2本立てです。1、2ということはカラーがということですね。This program is brought to you by Nao-san and Samurai Japan。 さあ、こちらチューダーブラックベイ58、左側は Nao さんです。もう一つは私の私物になります。こちらプレゼント包装をしてもらいまして、値段は正規店以下の価格で購入できました。そのお店は説明欄のリンクからどうぞ。で、それから朗報ですが、今チューダーは値段が下がっています。2021年4月現在です。買うなら今ですよ。ダイバーズ系は夏に向かうと上がりますよね。それでは早速開封一瞬でレッツアップね。じゃじゃーん。これはまた綺麗なブルーですね。なんとも言えない落ち着いたブルー。画面と目で見た感じ、同じようにカラーが映っています。非常に綺麗ですね。素晴らしい。これは2020年新発売のモデルですよね。新発売のカラー。そして私のブラックですね。こちらは。はい。2018年発売の、現在も現行モデルもちろんですが、ローズゴールドという縁取りがされていますね。細かいところは後ほど行きましょう。ギャランティーはどのようになっているかと。こちらまず表側。シリアルナンバーとモデル名が入っていますね。79030N。店名とお名前が入っていますね。ですからこれは新古品ですよね。車でいう登録済み。そんなに私は気を使わないので。それからこのように、マニュアルで、日本語もありますね。購入日より2年間保証いたしますと書いています。メーカー保証ですね。で、コスクの証明書もありますよと。それではディテールに迫っていきましょう。今回の主なトピックは、お手紙いただいております。そしてエクステリア、サイズ、タイムグラパー、リストショット、コオロギショット、サマリー、コメンタリーとなります。豪華2本立てですから、なるべく早めに行きますよ。目標15分。行きます。Let's go! それではお手紙です。良さですね。ヴィンテージロレックスのテイストを最新のクオリティでと。ムーブメント。専用設計された小型マニファクチュールキャリバーを搭載と。クロノメーター認定を受けて精度抜群、デートがないので操作もシンプルと。そうなんですよね。これは次世代キャリバーとして、本当に2年前、2、3年 MT5402 とから外装ですね。文字盤はマットなブルー。これがヴィンテージ感をさらに際立たせる。ただし、光を浴びると薄く発光するように反射し、やや光沢感を感じさせると。このような感じですよね。そんなに全てがマットという感じではないと。で、このあたりの感覚は絶妙と。本当にそうですね。絶妙なカラーで、マット感と光沢感、その両方を備えているようなイメージ。ベゼルはマットですけれども、いかんせんこのサファイアクリスタルがドーム型ですので、これがもはやヴィンテージというよりもブランニューっていう感じですかね。最新ということですよね。アプライドインデックスは縁取りがされ、目を凝らすと実に美しい。そう。こちらアップにしました。そうすると、アプライドインデックス、つまり三角とか丸とか、この縁取り感ですね。ホワイトゴールドによるコーティングなんですね。きめ細かくて、非常に丁寧に出来上がっています。このあたりを見ると、やはり価格なりのものがあるかなと。約40万円ですからね。お値段しますから、マットな青い文字盤に白い針というのは視認性も抜群。しかも仕上げは現代の高級時計のクオリティと。はい、そうですね。ヴィンテージの回帰の一つでもありますが、1958年のリバイバルですよね。中身とか素材というのは最新なので、本当に綺麗ですね。それから、このブルーの文字盤に関しては、ちょっと比較してみますけども、私のブラック、こちら黒、ゴールド、ホワイト、そしてレッドと、
いうカラーが使われていまして、より古き良き、イメージを出していますが、こちらのブルー、これはよりモダンなホワイトとブルーということに統一されていて、とってもスッキリしていますね。そう。私がこれ購入してもう、そうですね、3ヶ月ぐらい経つと思うんですけど、びっくりしたのが、この視認性の良さですね。これは、抜群に良いですね。これびっくりしました。そして、とっても目に優しい感じがありますね。この、わかりますかね。スーパールミノバですけれども、少し真っ白ではなくてクリームがかっているのがわかりますかね。黒との対比の方がよりわかりやすいかなと思うんですけれど、優しいクリーム色。これがまた視認性が良くて、非常に落ち着くんですね。そして右側のブラックバージョンに関しては、それぞれの、ハンズがゴールドで、コーティングされていますので、これ黄色に映っていますよね。丁寧な仕上げがされています。こちら、ブルー。さすがに最新の2020年モデル。このバリエーションどこまでいくかなと。というのも、私本当にこれ気に入ってまして、もう各色揃えたいぐらいなんですよ。このツール感がもう本当に最高ですね。この比較、とっても贅沢かなと思いますね。それでは次へどんどん行きましょう。ブレスレットの作りの良さとありまして、ラグの細さなど古典的雰囲気も特筆すべきと。ラグの細さ、ここでしょうね。この上から見た感じのこのラグの細さ。例えばロレックスなどと比べると少しこの辺りガタガタと段差があるんですよね。フラッシュフィットの弓管のところですけども、あえてガタガタっとしているのかなというふうに感じますね。つまりツール感を出すために、例えば外国ではこれはいらないんではないかと言われるこのリベット付きのブレスレット横ですよね。装飾ですよね、今では。リベット式のブレスの時代にその YouTuber さんにまだ生まれてないだろうと思いながら、それも面白いなと。つまり慣れてないだけですよね。で、それからここ。もう一つ特筆すべきは、この正面を見てくださいね。そうすると、テーパードしていますよね、明らかに。それが、このガタ、ガタ、ガタと、この小さくなっていくコマ。これがまっすぐの斜めカットではなくて、あえてこのように、このデザイン性を、表していますよね。それから、よく見ていただくと、この隙間、向こうの手袋見えてるのをご覧になりますかね。この隙間があることによって、通気性を良くすると。それからチューダーの特徴といえばこれのセーフティーキャッチのダブルロックですよね。まずここを外します。そうするとここはセラミックのポチがついていますよね。これがやはり柔らかい感じ。金属対金属とはまるで違いますね。そしてこのように優しく音もしないですよね。で、外すとこのように、ミラーポリッシュのとっても綺麗ですよね。カチンコトンと。もうね、静かに、収まってくれますね。形、チューダーの下が三角になったところですよね。ここにも三角となっています。このあたり、やはりチューダーの特徴。その、代わりとしまして、ここがですね、この三角の一番先端部分が当たるんでしょうね。ここ少し黒ずんでいるの分かりますよね、縦線に。これ、私のものもつくんですよ。見えますよね、三角の先端。要はちょっと擦れると。このあたりは、そうですね。もう傷も、結構つきましてね。後ほどまた行きますけれども、おかげさまでみたいなところがあるんですよ。動画で行きます。はい。このあたりですとか、そうですね。あとは裏の部分。このように縦線。つまりこのブレスレットが当たることによって縦線がついてしまうというところはあるんでしょうね。
結構傷いってまして、これは傷が入るというよりはですね、このように傷をつけていくと、もうそのように改心しました。改心ってこれは傷がついてなんぼのものであると、チューダーのこのツール感。はい。で、傷と、私が申し上げる。どうしても、商売道具という言い方は違いますが、どうしても皆さんにお見せする。どうでしょう。このあたり皆さん、傷つけていってほしいですか？見た目はやっぱり傷がない方が綺麗かなと思うんですけど、このあたりもね、もう撮影時に入るんですね。どちらかというと。岩の上で撮影とか。また後ほどあります。これも本当にもうね、がっくりきたんです。みたいな感じで。はい。今、ドアップですので、とっても目立っていますけど、大したことないです。はい。ですので、よくインターネットでこの辺り傷がありますよと、これ、わーっと、一瞬思いますよね。傷だらけじゃんと。全然大したことないですね。はい。もう日常仕様の、もうごくごく日常という感じです。見てください、これ。ちゃんと。この土砂降りは、いいんですよ。本当に使えますよ。はい。もう私もびしょ濡れになりましたからね。最初は傘を使っていたんですけれども、全くそんな感じじゃないですから、当然カメラもびしょ濡れ。片やもうなんか工事用の軽トラが入ってきたり、そして何か作業するのかなと思ったら、1分後にはなんか出ていくというね。多分何をやってるんだろう、見に来ただけっていう、もうがっくり。で、もう本当にこれはもう傷をつけて、実用時計、エイジング時計として、頑張っていこうかなと。そして経年の、エイジングも皆様にお伝えできればな。今このピカピカのうち、これもう今の一瞬だけですよ。ブレスレットの続きですね。通常のブラックベイシリーズより華奢ではあるがと、41mm ですよね、通常は。で、付け心地は素晴らしく、40mm 以下のサイズレンジとしてはと、これ 39mm になります。214270に匹敵するパーフェクトなスポーツウォッチと、ありまして、214270、隣で待機しておりました、ロレックスのエクスプローラー1ですね。これが現行モデルの214270です。これ 39mm ですから、このように比較しますと、サイズ感本当に同じような感じで、エクスプローラーの方がスッキリとはしていますよ。回転ベゼルもなしということで、非常にシンプルで、フラッシュフィットも綺麗ですね。そのあたり、どうでしょうね。そんなにチューダーが負けている感じはしないですね。少し隙間が見えるかなと。ポイントできないんですけど、ここのチューダーの左側のラグ部分。この段差があるっていうのもあるんですけど、ここはやはりロレックスの方がぴったりと、ピチッとしていますよね。このあたりがドレス感も醸し出すところです。このブレスレットのこのテーパード、全く違いますよね。ロレックスはまっすぐもうスパーッと包丁でカットしたような、で、チューダーは割と隙間もあってガタガタガタとね、趣があって私は大好きですね。これ全然その不満点じゃなくて、満足点ですよね、私にとっては。続きですね。最後まで行きましょう。ファッション的にも守備範囲が実に広く、カジュアルからビジネスまで適用する。そうですね。それでは欠点、もう全部行きましょう。まとめて、お手紙。欠点はほとんどないがと。不満点ですよね。ほとんど不満はないと。で、タイトル3レイや光沢感のある仕上げも見たいと。購入前は地味に感じていた文字盤。ヴィンテージテイストは地味さにも通じるので、他の仕上げも見てみたいです。だからなんとなく出てきそうな感じもしますよね。それから従来のモデルが微妙に見えてくる。何しろこれが理想的すぎて従来のブラックベイシリーズが色あせてくるのは否めない。みんな同じことを考えているので入手困難。サイズ感とかのね、お好み等々もありますので、最後にダイバーズエクステンションがないと。この点はストラップを使えということなのかもしれないが、ダイビングをする身
としては断念な点。できれば海にも持っていきたいものですと。これはどうでしょうね。エクステンションついてないとやはりプロダイバーズとは言えないかなと。私もそう思うんですよ。スタイルウォッチの側面もあるのではと。開発陣の思いがあるのかなと。それからあとはダイバーズになると、例えばチューダーペラゴスですとか、そのリアルダイバーズっていうのがあるということなのかもしれないですね。なおさんがダイビングをするので、私の場合はダイビングはしないので、そんなに気にならない部分ですね。人それぞれというのが、いろんなご意見が聞けるのってすごい楽しいですよね。はい。いつもお手紙ありがとうございます。それでは、エクステリアじっくり行きましょう。どうも、なるべくスピーディーに長くなったらごめんなさい。一緒にお付き合いください。それでは、エクステリア細かく見ていきましょう。まずはインダイヤルですね。これもう全部マット仕上げ。光る部分はないですね。光る部分はこの縁取りと針の部分だけになっています。このように見ると分かりやすいかなと。反射しているのはこのアプライドのところと針の部分ですね。ブルーとホワイトにカラーが限定されていて、とってもシンプルな印象を与えますね。それからこのルミナスポイントも白。逆回転防止ベゼルがついています。これは60クリックです。気持ちよくクリクリクリっと。クリクリじゃない。カリカリカリっと回っていきますね。クリクリってね、クリックのクリじゃない。操作性いきましょう。これも大きなビッグクラウンですから、とっても操作しやすいですね。ちょっとこれチックが目立ちますね。ちょっと逆向けをカリッとやってしまったんですね。ごめんなさいね、お見苦しくて。行きましょう。仕方ない。1、2、3、4、5、6、7。7ですね。7回といえば、やはり標準的なダイバーズの、そしてバネはそんなに効いた感じではなくて、コキコキと言いますけれども、もう本当にこれはデイトなしですから、ぐっと引っ張ると、このように、スムースに音もなく回っていきますね。ぐっと回すと25分ぐらい回りますので、操作もしやすいのかなと。とてもスムースに操作できます。なので、あんまり億劫になることはないのではないでしょうか。このブレス、そう、ブラックとブルーで、何の話かと言いますと、いきなりですね、外国の YouTuber 氏によります。このステンレスですよ。カラーが明らかに違うと。そうですね。どうでしょう、皆さん。違いますかね。こちらは2018年からのモデル。左のブルーが2020年ですね。そうか、カラーが違うというよりも、ブラッシュのフィニッシュの、これが違いますね。こちらのブルーの方はよりはっきりとした削り感が出ている感じしませんかね。そうですよね。今、右側にブルーが来ました。なるほど。これはカラーが違うというよりは、この削り感の部分ですね。ブラッシュの仕方が、若干右側のブルーの方が粗めにできている。よりツール感を出している印象がありますね。そしてこのブラックの方は、より、なんと言いますか、優しい感じの印象。ゴツッと、ブルーはゴツッとしてますよね。なるほど、この違いか。でもこれは年度によって違うかもしれませんので、こちらは2020年モデルです。新品。両方とも2020年モデルですね。はい。ですので、そのようなところも面白いですよね。あえて変えているとなると、非常に細かいわけですから、目で見る感じ、ケースに関しては完璧に同じですね。ただちょっとベルトに関しては少し違いますよというイメージでしょうか。やっぱり動かしてみるとわかると思うんですけど、右側のブルーの方がよりソリッド感が出ていると思いますね。あとは全部同じですね。サイズへ参りましょう。幅、ダイアメーター、ワイドはこれ 39mm ちょうどですね。39.0mm exactly と使いやすいと。40mm 以下。これは、外国の人も何度も言いますが、
40ミリを超えたくないという人多いですね。間に縦のラグトゥラグ。こちらは、やはりね、短いですね。まあこれ実寸ですから、47.3 ですね。47.3mm と。どなたでも、手首の細い方、まあ、例えば、どうですか、14センチぐらいの方でも十分ですね。はい。余裕ですよ。はい、次に、厚み、シックネスですね。シンネス。薄さと言ってもいいでしょう。12.3 ミリとなっています。これは全部、ドームドサファイアも全部含んでの 12.3 ミリ、12.3 ミリメーターズということで、使いやすいですよね。かさばらないし、まあ、このドームドがついている割にはと。ドームドなければもう11ミリになりますよね。このぐらい出ていますので、そういうことですよね。ベルトの幅、ラグ幅ですね。ラグウィズ。ここは20ミリとなっています。20mm と。から、後ろはテーパードダウン。これは明らかにもうギューッと下がって20ミリから16ミリまで下がります。4ミリ下がりますね。16mm です。一直線に見ると、このように、ダクタン、ガタン、ガタンと。まあ、非常にオリジナリティがあって、私はこういうオリジナリティがある。それが好きですね。あえてリベットを持ってくると。これいらないよという方も、いらっしゃるとは思うんですけれども、私はこのリベットがチューダーの新しい、いわゆるトレードマークの一つとして、やっていくんだろうなというふうに感じたところなんですね。デザインはね、時代によってどんどん変わっていきますから、オリジナリティを出すと。ここの角の部分はしっかりと丸められていますので、全く痛いとかそういうことはありません。高級機ですよね。仕上げがやはり細かいです。それからクラスプへ参りましょう。ここにセラミックのボールベアリングがついていますので、非常にタッチが柔らかいと。そして、延長ブレスとか、いわゆるロレックスでいうところのイージーリンクなどはついていませんね。ですので、この3つのマイクロアジャスト、ポチポチポチ、3つでどうにか合わせてくださいと。コストの問題なのか、開発力なのか、コトン。もうほとんど音が優しくて、非常にカチンカチンといった感じはないですね。意外やチューダーの柔らかさですね。この、例えばクリック感にしてもですね。クリックの操作感ですけれども、このように、今アップですけれども、意外と手に引っかかる部分というのは細いんですね。薄いです。確かにロレックスのサンマリナーには負けます。オメガにも負けますね。ただ、そうですね。このようにして、この斜めを持っていただいて、こういう風にやると、ぐるぐるっともできますけどもね。ぐるぐる。で、引っかかりは良いですね。このギザギザのギザ銃のような感じ。指に引っかかってくれます。なんとなくヤスリのイメージがありますよ。なんか爪ヤスリみたいな、そういう爪ヤスリか。そのままね、印象を伝えていますので、そうですね。爪ヤスリの削れないバージョンのような感じと思ってくだされば。あとはこのミラーポリッシュ。横はミラーポリッシュになっています。裏はブラッシュポリッシュとなっています。で、横だけがミラーポリッシュと。この地味に見えないところ、なぜ地味ではないのかと。写真だと意外と地味だと思うんですね。実際に使用してみると、このゴールドのコーティングも相まって、なおさんも絶妙なタッチですよ。今時感やはり出ていますね。このブルーのこう、今、分身が12時あたり、このちょっとこういう滑らかにシュッといってるの分かりますかね。とっても綺麗ですね。そして縁取り、これ当てた方が分かりやすいのかなと思いますが、太陽の反射のように光っていますね。縁取りがあるとこのチューダーの特徴になっていますね。だから私の感想を申し上げてるだけですのでね、実感ですよ。実感には個人差がありますと
十分です。はい。こちこちこち。ロレックスはカリカリカリという風に明らかにもうカリカリカリっと高音ですけれども、どちらかというと中音タイプですかね。ジンなどはもう少し、音も抑えられていて、コト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 っと回っていきますよね。綺麗ですね。これで40万円ですから。ちょっと平行点はプレミアがついていますので、今安いですけれども、それでもプレミア価格で売られているというところですよ。どうでしょう。ネクストジェネレーションロレックス。次の世代のロレックスのポジションに行くのかなと、よく皆さんおっしゃいますよね。チューダーはチューダーですけれども、ロレックスはロレックス。ですから、ブランドは違うけど、そのポジショニングの話ですよね。こう段階を登っていくみたいな感じ。はい、ありますよね。フォルクスワーゲンゴルフが、もう昔はポロ以下の小ささだったのに、今やね、もうとっても大きくなって立派になったなと。そういうイメージの感覚、分かってもらえるとありがたいです。タイムグラファー行きましょう。レッツゴー。さすがの安定ですね。クロノメーター認定ですから、コスクの。これ、平置きですと、プラス6と、出ているね、みたいな感じもしますよね。クロノメーターですけれども。ただ、実使用。ダイナミックアキュラシーですね。それを測って、もうロングターンも終わっています。期間は20日間計測しまして、寝起きのフリフリ、巻き上げ等々はしていない状態。もうごく普通の使用感といいますか、を想定してやってみました。あえて。合計して、1日あたりに直しますと、日差がマイナス 3.7 秒と出ました。ですので、おそらく巻き上がってない状態の時もあったでしょうから、それを勘案してみると、よりもう少しプラスに行っても良いのかなと。スーパーラティブクロノメーターの範囲に近いと。この実測の精度、実装着での精度っていうのがやはり大事かなと思いますので、そのあたりは、含みを置いてくださればと思いますね。平置きではプラス6セカンズと出ていますね。安心できます。はい。以上でございます。次はリストショットですね。GO! ショットです。いつもの距離、いつもの位置ですね。このようにやはり薄め。もう見た感じわかりますよね。そしてドームドサファイアにもかかわらずこの見た感じということですね。ぎゅーっと寄せてみますと、このようになります。もう本当に手首にバッチリ収まっている感じと。ラグトゥラグも40ミリ台。この腕の中にも本当に収まっていますよね。そうですね。私の手首周りは 18.0 センチです。それに何の違和感もなく、非常にもうデイリーウォッチとして、ツールウォッチとして、邪魔にならないと。一瞬地味ですが、よく見ると全く地味ではないんですよ。画面上はやっぱり地味に映っていますね。このアップにするとわかりやすいんですけれど、これ私のブラックの方ですね。フォトジェニックの反対の方ですね。地味めに映っています。ですので購入されると、あれ意外と存在感バキッとあるねと思われるかと思います。そのギャップがありますね。で、ぴったりと、そうですね、ブレスはピタッと吸い付くというよりも、やはり快適性の方が強い感じですね、言葉としては。麦わら帽子をかぶっている感じと。隙間がね、あって、こう、ベンチレーションも良いということもありまして、ピタッと、例えばロレックスのサブマリナだと、ビタッと吸い付く。本当に、競泳用のゴムの、レース用の帽子ありますよね。ピタッと。ああいう感じがあると思うんですけれど、こちらは本当に隙間のある、網の目の帽子、プール用ですよ。プールって、そうですね。私、インストラクター資格があるんですよ。はい。なので、泳ぐのはもう大好きで得意ですね。大好き。はい。そう。ただ、泳ぐときは時計外してくださいって言われるので、このような感じになります。そしたら、ブルーに付け替えてみましょうか。
はい、それでは今度はブルーのリストショットです。どうぞ。ドーン。こんな感じですね。今これ角度的に、ブラックに見えているかもしれませんが、これはブルーです。光に当てるとブルーという感じですかね。遠目で見るとどうでしょう。でもやっぱりちょっと明るい感じがしますかね。削り出し感も強調されていますね。このブルーいいですね。とってもおしゃれですね。そして割とやはりシンプルなので書いていらっしゃいますが、服装等々、仕事、合わせやすいのかなと思いますね。で、これはちょっとね、実証の地平面でぐにゃーっと歪んでいますけれども、ご了承くださいね。このようになっています。もう見た感じはもう全く一緒ですけれども、このブレスの質感がやはり少しわずかに違います。年式にもよるかもしれませんし、そのようにしているのかもしれませんので、そのようにしているんだとすると、すごい戦略ですよね。ストラテジーが凄まじいと。逆にあっぱれですよね。そのぐらい考えるとなると、チューダーはやはり来ますよということで、今のうちに買っておかれるのはどうでしょうか。はい。このような感じですね。ちょっとグダグダと喋りながら、ご覧いただいているわけなんですけれども、そうですね。例えば、ブルーの方がちょっと軽めですね。回転が。回しやすいです。これが改善点なのか個体差なのかよくわかりません。でもこちらの方が回転が軽いです。気持ちいいですね。それではリストショットは以上です。コオロギショット、ルミへ行きましょう。さあ、どうでしょうか。これはカラーに関しては、とってもグリーンですね。例えばセイコーの、ルミブライトに近い、BGW9 ですかね。スバロミノバ。表示はありませんので、あくまでも想像ですね。とってもグリーンがかった。綺麗ですね。ルミポイントもとってもわかりやすいですね。で、ここに今、親指の左側、これが LED ですけれども、これがいわゆる黄緑の本当に LED になりますので、それと比べていただいても、そして上にあるのが本当に新製のブルーカラーになりますので、だいたいわかるかと思います。この視認性ですよ。夜間もそうですけれど、私がもうドタマげたのは、本当に視認性が使っていて抜群に良いと。もうなんかちょっとね、言葉がね、語気が強まってますけれど、そのぐらい強調したいぐらいの視認性となっています。それではコメンタリーサマリーになります。皆様いかがだったでしょうか。これも豪華ね、ブルー文字盤、なおさん、ブラック文字盤、渡すの、この豪華2本立て。これも1万人、皆様のおかげさまで1万人を達成、通過することができて、で、その一環として、ちょっと2本立てでやってみたんですけれども、どうでしたかね。チューダー。これはやはりサイズ感といい 39mm。そして縦もラグも、もちろん 50mm 以下ですから 40mm 台。非常につけやすい、そして使いやすいモデルですね。それから、パッと見は、どうかなと思いますけれども、地味ではないですね。明らかな、主張、存在感があります。そしてなおかつ、この視認性の良さ。これがもうね、本当にびっくりするほど良いですね。過去一かもしれないですね。もちろん、このロレックスエクスプローラー、視認性良いですけれども、視認性だけを取ってみると、やはり、チューダーに軍配が上がるなと。この58ですよ。はい。という感じがするんですね。針の太さ等々もありますので、そういう意味ですよ。パッと見の視認性ということですから、誤解なくお願いしますね。そういった感じで、とにかく視認性だけでも買いと思いましたね。で、今まだギリ、
ロレックスがね、ちょっと爆上げしすぎて、これ以上もう下がらないと思います、私は。思いますと言ってるだけですから、絶対にとか、そういう言葉は使っていませんのでね、ご了承ください。もう需要がもうあり余っていますので、供給は全く追いつかないですが、下げる要因が全くないです。はい。ということで、チューダーという風になっていったりするんですよね。オメガかなとか、次の今までの。そういう部分あると思うんですよ、皆さんも。で、ただ、このチューダーはやはりロレックスのハンス・ビルフ・ドルフ財団ですかが所有している、ロレックスとチューダーを両方所有している、所有と言いますかね、オペレーティングしていますので、そういう意味では、やはりこういう調整のようなものが効きやすいのかな、融通が効きやすいのかなと思ったりもしますね。ざっくり言いますと、安いうちに買っておいたらどうかな。次に、例えばじゃあこのね、アンティーク風がちょっと飽きたと。そしたらいきなりセラミックでベカベカになったりね。そういうのもあるのかなと。バリエーションとしてですよ。オリジナルのブラック58は残しつつと。なんかそのような、バリエーション展開もやはり考えられるのかなと。ね、なおさんも、他の、仕上げが見てみたいと。いうふうにね、おっしゃっていましたね。本当にそんな感じですよね。皆さんも多分、いや、そうだよね、と思ってくださると思います。ちょっと本当に長くなりますので、もう何十分だよ、ということになりますので、もう終わりますけれども、今回は本当に素晴らしいモデルですね。私も持っている時計ですので、ベラベラとうっかり喋ってしまいましたが、皆さんのコメントもぜひどしどしお待ちしていますので、ご興味がありましたら裏のリンクから飛んでいただくと大変ありがたいです。商品リンクですね。はい。今回はなおさんどうもありがとうございます。いつもありがとうございます。そして皆様、いつもご視聴ありがとうございます。